皆さんこんにちは。こんにちは。ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブ後編の時間がやってまいりました。はい。はい。では今回も前回に続き、最初のご挨拶をよろしくお願いします。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。本日もよろしくお願いします。北米の皆さんは、こんばんはですね。それから欧州の方々は、おはようございますと。はい。今回もグローバルにお届けいたします。で、今日は日本は祝日なので、実は今日開発がみんなお休みです。で、誰もね、静かですね。僕の暴走を止める人がいないので、モルボルぐらいしかいないので、いろいろね、ちらりポロリもしていきながら、放送できればと思ってます。はい、そんな。よろしくお願いします。はい。今回も前回に引き続き進行は、モルボルでおなじみのコミュニティチームブロウチがお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。前回からちょうど1ヶ月ぐらいになりますけれども、はい、この間ファイナルファンタジー14かなりいろいろなことがありましたけども、まずはその辺からいかがでしょう。ですね、前回がちょうどパッチ 1.19 の、リリース前日に行わせていただいて、無事に、非常に大きなボリュームでしたけど、パッチ 1.19 がリリースできて、1.19A、それからホットフィックスも当てて、で皆さんにはねたくさんフィードバックもいただいてプレイもしていただいている中、突如、新生14とバージョン 2.0 というアナウンスをさせていただきました。で実は僕先日の日曜日に、帰国したばかりなんですけども、アメリカと、それからドイツと、イギリスとフランスと4つの4カ国、回ってコミュニティの皆さんとメディアの皆さんと非常に多くの方々とお話をさせていただきました。で日本に戻ってきてその総集編として今日お届けできればと思っています。はい、よろしくお願いします。はい、今回の後編はですね、間に5分休憩を挟みまして、前半と後半の2段構えでお送りしたいと思います。あと質問の方は、事前にフォーラムで集めさせていただいたものと、もちろん今日もツイッターで、リアルタイムにいただいたものを集計してお送りしていきますので、質問がある方はツイッターの方にハッシュタグ XIV ライブ14ライブをつけてお送りください。はい、よろしくお願いします。では早速質問の方に入っていきたいと思います。はい、早いですね。はい、まずは、フォーラムでいただいていたものですが、課金開始についてこの時期に課金を始める意図について改めて教えてくださいということです。いろんなメディアさんのインタビューの中でもお答えをさせていただいたんですけども、前回プロデュースされたライブ前編の方で、まだファイナルファンタジー14は、僕が想定している 50% ぐらいですというお話をさせていただいて、あの時はパッチ 1.19 リリース前夜の状態で、あの時と基本的にスタンスは変わってません。で、やっぱり今回 1.19 のボリュームに皆さん喜んでいただいたと思うんですが、プログラマーが非常に頑張ってくれてですね、コンテンツを次々に入れていける準備っていうのが整いました。いよいよでチョコボ、マウントシステムとしてのですね MMO ってやっぱマウントすごく大事なので、移動としてであと飛空艇が入り、イフリートみたいな、FF らしいコンテンツも入れられるようになって、ゲームとしてはかなりいいラインまで、最低ラインまで来たのかなと。ただやっぱりあの時もお話ししたように、プレイヤーをサーチする PC サーチの機能と、それからマーケットをサーチして、例えばサーチしたアイテムリストから直接購入ができるとか、あと、直近20件ぐらいの、購入履歴から大体相場を予測するファイナルファンタジー11だと競売場って言われているようなシステムっていうのが、まるで存在しない状態で、やっぱり MMO 全体のサービスで見るとその2つがそもそもないっていうのは僕の中で相当マイナスでした。で今もまだそれはリリースできていないので、やっぱり状況としてはさほど変わってない。ただ課金に関してはパッチ 1.20 以降の、開始とさせていただいているのは 1.20 でいよいよその PC サーチとそれからマーケットの根本的な、システム部分のアップデートがいよいよできるようになりました。ですので皆さんにはぜひね 1.20 プレイしてみて、皆さんそれぞれ遊んでこの先も遊べるよというふうに、思っていただけたら。でもちろん僕らも MMO 業界初となる、1年間のライブイベント第7例祭と呼んでる、エロルゼアに迫ってくる危機がですね、パッチごとにコンテンツとしてどんどんクエストだったりバトルコンテンツだったりいろいろ入ってきます。でそれを楽しんでいただくために、ぜひ、そろそろ課金のお願いをさせていただきたいなと。でもちろん
丸1年これだけの開発規模で、それからサービスできるだけというか全力で手を抜かずにやってきた中で、これからもそのままの勢いで走り続けるためには、やっぱりこれはディレクターとしてではなくてプロデューサーとしてプロジェクト全体を扱っている観点で見ると、やっぱり24時間の GM サポートだったり、例えばここにいるモルボルのコミュニティレップチームの、サポートだったりっていうのを品質高くこれからも維持する上では、そろそろお金のお話をさせていただかないといけない時期かなと、はい、っていうのが、基本的な趣旨です。で、その中で、わざわざ申請のタイミングで言わなくてもいいのにっていうお話がちらほらあったと思うんですが、もちろん本当にビジネスのことだけを考えれば、申請のタイミングでは申請のことだけを華々しく言って 1.20 リリースした後に別途課金のっていう風にすることはもちろん可能でしたし、プランの中になかったわけではないです。ただ、今回申請の報告っていうのは全グローバルにある程度大きく取り上げていただけるだろうなと思っていたので、できるだけ今14パッケージ買って遊んでみたけど停止をしているっていう方たくさんいらっしゃいます。で、そういう人たちが今回のニュースで課金が開始されるんだと、で、なるほど、じゃあ自動的に課金されることはないのねと安心してもらうためにも、大きなニュースにくっつけた方が周知していただけるだろうなと、あとは物で判断していただければいいかなと思っていたので、あえてそういうね、こっそり後で課金みたいなことはやらないっていうのが、僕の最終結論だったので、そういう意図がありました。はい、はい、ありがとうございます。はい、1.20 とは言わずね、1.21 序文も入ります、1.22 もコンテンツ入ります。つどつどプレイヤーの皆さんの声とか評判とかを聞いて、それぞれ皆さんが判断していただければいいかなと。僕らはもうひたすら邁進するだけです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、では次の質問です。はい、こちらもフォーラムからですが、申請時に、どこまでキャラクターデータが引き継がれるのでしょうか。例えばクエストやカンパニー関連のヒストリーだったりアチーブメント、それからポイントなども引き継がれますかというのと、それから課金開始後に一度も課金しなかったとしても引き継がれるのでしょうかという2つの質問です。まず、キャラクターのデータに関しては、レベル、それから EXP、このレベルは全クラス分ですけど、EXP もギルも、それから、アチーブメントのフラグも、クエストのフラグも、それからあと何があったっけ、ヒストリーもですね、基本的には全て、きっちり引き継がせていただきますので、何もご心配なさらなくて大丈夫です。ただ2つだけちょっと、ご注意点があってですね、1つは今お話したクエスト、受諾することとクリアしていること、ここはきっちりデータの構造上取れるんですが、間、例えば3ステップ5ステップあるクエストのうち3ステップまで進んでましたみたいなのがちょっともしかしたら、受諾状態までロールバックされる可能性がないとはまだ言えない状態です。あともう1点はパッチ 1.19 で、プレイヤーのアイテムボックス、カバンの中身ですね、ガバッと増やさせていただいたんですけど、すでにお話しさせていただいている、申請で来る、マネキンって呼んでるシステムで、カバンの中から装備アイテムが全部そちらへ、別で保存できるようになるので、枠をまた100に戻そうかなと思ってます。で、その時アイテムを消すんではなくて、一時的に僕ら NPC に預けておいたりする形を取りますので、申請スタート時にそこからアイテムを引き出していただくみたいな、少しプレイヤーの皆さんにご協力をいただく可能性があります。近くなったらきっちり仕様を公開させていただきますので、それまで何もご心配なさらなくて構いませんので、じっくり遊んでいただけたらと思います。はい、ありがとうございます。あともう一個、そうですね、課金をしているかどうかで引き継がれるかどうかですよね。パッケージをご購入いただいて、一度でも14プレイしていただいて、サーバーにキャラクターデータがあるという場合には、課金の有無にかかわらず、全て、申請のデータに引き継がせていただくのが僕の責任かなと思っていますので、そこは課金しているしていないで判断するつもりはありませんので、その点もご心配なさらなくて大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の質問です。こちらもフォーラムですが、ツイッターでもかなり多く寄せられてるんですけれども、申請以降、ギャザラーやクラフターは
はい、サブクラスではなく、メインクラスとして戦闘を行えるようにもなったりしますかという質問ですが、ギャザラーやクラフターもメインクラスとして戦闘を行えるようになりますかという質問ですね。それは言い換えるとファイターでもギャザラークラフトができますかっていう。逆に言うとそういうことですね。さすがに、このお話に関しては、ずっと僕自身もフォーラムで皆さんが議論されてるのをちゃんと見てました。で、今回直接皆さんにお話しさせていただいた方がいいかなと思いましたので、お答えさせていただきます。僕が、ファイナルファンタジー14を、担当することになって11ヶ月が経過しました。で、一番最初担当させていただいた直後のいろんなインタビューでお話しさせていただいたんですけども、ファイナルファンタジー14、世界に危機感が足りない。やっぱり僕が考えるファイナルファンタジーは世界を救うためにプレイヤーの皆さんが一丸となってプレイをするっていうところを、ファイナルファンタジーの軸として考えたいなと思ってます。それがドラマティックであればあるほどファイナルファンタジーらしいなと思っているので、その路線を僕は突っ走っていきたいなと。で、特に僕はファイナルファンタジーシリーズのナンバリングタイトルって一度も実は制作に関わったことがないんですが、今回いきなりプロデューサー兼ディレクターを担当している中で、やっぱり僕が思い描くファイナルファンタジーを体現していくのが、何より僕が担当しているという意味でもあると思っているので、ただそのやっぱり主軸となっていく世界の危機に立ち向かう冒険者たちの中で、それを支える職人っていうのが特に MMO なので、輝いて活動できる世界っていうのはもちろん今までと変わらず作っていこうと思ってます。ただ大きなメインの流れを強大な次々襲いかかってくる、パッチでアップデートされるので敵をなぎ倒し世界を平和にしていく役目はやっぱりバトルクラスの主軸だと思っているので、今はメインシナリオの更新を一時的に止めている状態なので、申請までは今と変わらずプレイしていただいて問題ないと思うんですが、申請した時にコンテンツファインダーを搭載する大きな意図としてちょっと他社製品の引き合いに出すのもあれなんですが、ワールド・オブ・ウォークラフトをプレイされている方だとニュアンス分かっていただけると思うんですが、ファインダーで本当に簡単にマッチングしてパーティーでダンジョンにアタックに行くっていう流れは僕の中では限りなくソロプレイに近いです。で、その中で一つバトルクラス何かエンドまで育てておいていただけると、それによって本当にクラフター、ギャザラー、バトルどれでも楽しめるようになると思うので、ぜひせっかくいっぱいあります。で、焦らなくてもいいので、一つずつ全部舐めてって、それぞれレベルがカンストしたら、そこからやっぱり俺のメインはクラフターだと、俺のメインはギャザラーにしよう、俺はやっぱりバトルを極めようっていう風にそれぞれ皆さんがメインをチョイスしていただければいいのかなと。で、もちろんすでにロードマップにも書いてますが、ハウジングを中心としたライブっていうカテゴリーの中のエンドに関するコンテンツも準備をしています。で、そこでクラフター、ギャザラー大いに活躍の場を用意させていただいてますので、どれかだけを取るっていうチョイスはしません。ただやっぱり大きな流れを進めていく上でバトルは必須にはなってくる部分あります。で、そこを常に追いかけたいんであればやっぱりバトルも必要になってくるだろうなと思っていますので、僕が思い描くファイナルファンタジーってやっぱりそういうものかなと思っているので、その先どれを中心に添えるかは皆さんがチョイスしていただけたら良いかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の質問です。はい、こちらもフォーラムで多かったやつですが、マップ回収に伴って、マップ間移動はエリアチェンジ処理が発生するのでしょうかというのが一つと、そのエリアチェンジのロード中に、チャットやログが途切れる件っていうのは何か対策されるのでしょうかというのが2点目です。まず、シームレスとはいえローディングはもちろん今回入るようになります。実は、ずっとシームレスではありません。ただもともとどっちみちどっかで読み込みは入っていたので、そんなに細かく入るわけではないです。実際に 2km×2km の、サイズで新しいゾーンを構築しているので、結構な距離走ったり何か冒険をしたりプレイをしないとエリアチェンジまでは来ないので、
そこに関してはあまり心配なさらなくても、よりそのローディングが開けるとすごくダイナミックなマップが待っていると思っていただければいいです。でチャットに関してはもちろんローディング中に裏で流れてたチャットに関してはちゃんと表示できるように作ってますので、あまりそこもご心配なさらなくて良いかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。こちらはフォーラムで特に英語の方から多かったんですけれども、今後もキーボードのみでプレイすることは可能ですか？キーボードのみで、あれですね、発表の時にコントローラーもよし、マウスとキーボードもよしって言ったんですけど、いやいや、キーボードのみも可能なんですかっていう質問です。それはもちろん全てキーボードにはフルキーバインドできるように設計してますので、もちろんWASD で移動してカーソルキーでカメラコントロールとか、そこはもう自由にセッティングしていただければ、もちろんキーボードだけでも多分プレイできると思います。というかできます。はい、大丈夫です。はい、はい。それでは、次の質問に行ってみたいと思います。はい。こちらは今度ツイッターの方からですが、バザーを見ると、立ち止まっちゃうのはいつ治るのでしょうかという質問ですね。なるほど。サーバーの入れ替えをやってる中で、どうしても今アクセスをしに行くときにいろいろ不整合が出てるので、そこ、要は何かにアクセスしたときに止まってしまうみたいなものに関しては、申請の設計で全て、取り除いてあるので、申請のタイミングでは全てなくなります。同じバザーに限らず同じ挙動するものに関しては全て、一新されますので、そこまでお待ちいただけると助かります。はい、それでは、次の質問に行ってみたいと思いますが、こちらもあれですね、フォーラムとかで質問ですけども、ハウジングをはじめとした、バトル以外、先ほどちょっと言いましたライブと言われるコンテンツは、一体どのようなものがあるんですかということです。ですね、まず、ハウジングを、家を持つってことを中心に考えているんですけど、単純に屋内だけではなくて、今回庭を考えてます。あとは建物の外観ですね。例えば、カンパニーと呼んでる新しいフリーカンパニーっていう組織が結成、プレイヤーの皆さんでできるように申請からなるんですが、そこで作ったエンブレムを例えばタペストリーにして家の外に飾ったり、例えば屋根を取り替えたり、そもそも建物の素材を変えたり、あとは塀を立ててみたり、庭にオブジェクトを置いたりで、その中で、さらに今想定の中にあるのが、庭に、畑を、例えばギザールの野菜を育てたり、あとチョコボの飼育小屋を建てて、そこでチョコボを育てたりっていうふうに家を中心にして広げていこうかなと。で例えばバトル系クラス何もやることないのかというと、そうでもなくて、敵をすごく強いボスを倒すとアイテムがドロップして、それをクラフターが加工するとなんていうんですかね、トロフィーとしてモンスターの剥製みたいなものを飾れたりですとか、そういうふうに家を中心にかなりライブ系は計画をしています。でこれは申請が始まったらものすごい勢いでアップデートされていくと思っていただければ良いので、ぜひクラフターキャザラの、皆さんは特に、楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。それでは次の質問です。こちらはツイッターからですね、スタッフの皆さん日夜お疲れ様です。ありがとうございます。14申請に伴い、ゲームエンジンの入れ替えなど根本的な部分の変更がされるようですが、動作環境について、現行のクライアントと比べて重くなる見通しなのでしょうか。場合によっては PC のもう一回カスタマイズ等しなきゃならないのか、それが気になってますということです。今回のグラフィックスエンジンの入れ替えの目的っていうのは、今ってそのキャラクター表示体数って40体ってどの PC を使ってても制限がかかってるんですが、MMO のやっぱりエンジンっていうのはとにかくキャラクターをたくさん、しかも安定して動かしたい、でそのためにできればいい PC を使うっていう考え方をすべきなので、今回のエンジンの思想はまさにそこにあります。ですので今皆さん14、例えば推奨 PC を使っている方だと劇的にキャラの表示体数が増えて軽くなります。で逆に、キャラクターの表示体数をもっと絞っていいからもっと低い性能の PC で動かしたいってことも可能になります。でそれを、
リアルタイムにインゲームにいながらコントロールできるように、例えばエフェクトを全部オフとか、自分のエフェクトだけオンとかっていう風にスイッチングすることで性能をご自分の環境に合わせられるように設計してますので、性能が低い PC のお持ちの方でもプレイできるように、あとハイエンドな方はもっともっとたくさんのキャラクターオブジェクトを表示したまま快適にプレイできるという設計になってますので、そこがだから重くなることはないです。はい、ご安心ください。はい、続いてツイッターからもう一問ですが、ヨシピーに質問です。はい、それはそうですね。後ろの世界時計の下に貼ってある写真は何ですか？前回のライブの時にはなかった気がします。何でしょう？ですね、これは今回、4カ国、回ってきた中でもちろんインタビューだけではなくてですね、マーケットこれからのパブとかの打ち合わせっていうのをグローバルにスタートさせるためのミーティングをしてきました。でスクエアエニックスグループの各国のオフィスを回ってきて彼らとミーティングして、向こうから、フランスでドイツで、これ日本です。で、こっちがイギリスですねの各オフィスとの皆さんと写真を撮ってきたので、それをこう飾って、でこっち側には実は見えないんですけど、インタビューしていただいた方と一緒に撮った写真とかをこうずっと貼っていこうかなと思ってこう貼ったりとかしてます。はい、じゃあこれは世界のスクエニですということですね。そうですね、日本の開発だけではなくて、こんなにたくさんの人たちが14に関わってますということでした。はい、ありがとうございます。では次の質問、こちらはフォーラムからですが、申請での用紙変更の際に、性別種族も変更できるようにしてほしいです、またその場合に、キャラクター名も変更できるようにしてほしいですという。さてですね、種族は、皆さんの要望が多いので、ありでもいいのかなと。ただ性別って本当にいいですか皆さん。例えばですよ、昨日までルガディンのモルボルがですね、ルガディンの兄貴でした。昨日まですごい僕は慕ってました。で突如申請を迎えた時にミコって男になってる分にはダイエットしましたねみたいな感じなんですけど、性別変わってこうね、ララフェル女子みたいになってるとショックみたいなところまでないですか？大丈夫ですか？変えることは全然設計上問題なくそうしてあるので、本当に皆さんのご意見次第かなという感じです。ただチョイスできるようにしておいて、こだわる人はしないっていうのもありなのかなっていうのは考えてますので、この後皆さんの声を聞きながら。であと名前ですよね。正直言うとちょっとやっぱ文字数多すぎて長すぎっていうのがちょっと問題、僕らは逆に問題だと思っているところがあって、やっぱり UI の設計をするときにネームが長すぎてどうしようっていう問題はたびたび出てはいるので、もしリネーム自由に皆さんしていただけるようにするんだったら、もしかしたら文字数をちょっと調整させていただく可能性があります。でただ名前に関してはやっぱりいろんなところで登録されているネームがあるので、そんなに簡単にここの場でイエスとはちょっと言いにくい状態です。ご要望がどれくらいあるかっていうのと技術的な難点がどれくらいあるかっていうのを兼ね合わせて決めたいと思いますので、これに関してだけもうちょっとお待ちください。じゃあ引き続きフィードバックがあればフォーラムの方で。そうですね、はい、ありがとうございます。では続いて次の質問です。こちらツイッターからですね。こんにちは。チョコボが可愛くて仕方ない昨今です。質問なんですが、チョコボの着せ替えなどはいつ頃実装されるのでしょうか？教えてください。来た開発がいない今日出ましたか？大暴れしちゃおうというネタがありますよ。ついに誰も止められない。本当ですね。これ平日なら多分もう騒ぎですね。皆さんいいですか？準備は。これもうちょっとそっちですか？そうですね。これとかですね。これは今のリムさんですね。かっこいいですね。こんなこれは一体って質問していいんですか？
全部言うとまたすごい怒られると思うので、はい、まあ、マイチョコももらった経緯を考えていただけると、ある程度ただこう偉い人が乗る、こうモビルなんとかにはこう角があったりとかしますよね。そんな感じでございます。はい、じゃあ今のちょっと見逃した方は後で、はい、ビデオが公開されたらじっくり見ていただいて、はい、デザインは決定校です。はい、はい、それで続いての質問、王冠みたいな装備なんだろうっていうのを聞いてます。王冠なんでしょう。あ、王冠見えちゃったんじゃないですか。何か気になるものがそうですか。なんか出るんですか。王冠これですか。これですか。それ王冠です。これ王冠じゃないですね。これトナカイですね。王冠ってこんなんですか。王冠ですね。こんなんですか。王冠ですよ。はい。あとこんなんもありますね。これもまた派手な王冠ですね。はい。この辺はトナカイはご推測ください。はい、王冠はアチーブメントの報酬です。1.20 で搭載する、そうですよね、はい、アチーブメントシステムの特定項目を、まあただあれぐらいのものをもらえるやつって相当難易度が高いアチーブメントではあるので、達成すると、はい、あんなものやこんなものが、はい、もらえたりします。これはやりがいがありそうですね。はい、あれ以外にもいろんなアチーブメントを用意してますので、ぜひ 1.20 をお楽しみに。楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。はい、では続いての質問です。はい、FF7 のゴールド操作のような、お遊び的なミニゲームだったり、FF8 のトリプルトライアウトのようなカードゲームみたいなものの実装って検討されるのでしょうかという質問ですが、まずゴールド操作、はい、カジノですが、皆さんに公表した資料には入れてませんが、資料としては計画の中には入ってます。ただちょっと先にはなります。はい、まだ、ハウジングがやっぱり全力投球として僕の中で優先順位が高いので、その次の娯楽としてどうかなと。はい、でやっぱりゲーム内カジノなので、オンラインでプレイする場合はある程度いろんな国のそれぞれの法律に引っかからないかどうかとか見せ方がどうかっていうところがあるので、それの調査をしながら、予定はありますが結構先です。はい、ただちゃんとやるっていう目標を決めて段取りを測るから実現できるんであって、ちゃんと考えてはあります。はい、であとカードゲームに関してはですね、僕も一時期カードゲームのゲームを作ってた時期があります。で実は非常に難しいです。要はバランスのいいカードゲームを作ること自体はもちろんコストをじっくりかければ可能なんですが、やっぱり MMO のプレイヤーの皆さんってやっぱりその先にどんな報酬があるのっていうのをどうしても優先に考えるので、カードゲームの面白さだけではやっぱり引っ張りきれないところがあるだろうなと。だから報酬の兼ね合いとカードゲーム自体の面白さっていうのは両方ないといけない。で実は開発からいくつかカードゲームを作りたいっていうアイデアが来てるんですけど、僕が非常にそこ完璧を求めているので、この程度じゃダメとかとりあえずカードゲーム入れたいとかじゃダメとかって言って、結構突っかしてる状態なので、開発がすんげえの持ってくればよしっていう話をしようかなと、はい、思ってます。ありがとうございます。はい、それでは、続いての質問です。こちら英語の方で声が多かったデータなんですが、イフリートのドロップシステムについて、調整を検討していますかという質問で、というのは、この方は45回倒したにもかかわらず欲しいものがまだ入手できてないんです。そのためこれ以上戦い続けられるのかちょっとモチベーション的に不安なんですというようなご意見ですね。はい、どうでしょう。運が本当にで、実はですね、ここって見えてるのかな。ギリギリ見えてるのかもしれない。検討しています。この後もバンシンバトル続きますので、本来であればまあこのアイテム欲しいニードね、グリードパスみたいな仕組みを申請ではもちろん用意してるんですが、その手前で少し特にバンシンコンテンツに関してはレアドロップなアイテムが存在するので、調整に関しては検討しています。で可能な限り 1.20 で、なんとかその仕組みを搭載したいなと今、頑張ってますので、
もう少々お待ちください。はい。はい。で、あまりにも繰り返し挑戦して、それでも出ないっていう方の救済もちょっと考えています。数トライすることによって、みたいなことも。ですので、両面から検討はしていますので、また仕様が決まり次第公開させていただきます。はい、ありがとうございます。はい、それでは、前半戦もう一問いきたいと思います。はい。現行版から申請まで、続けて課金してプレイするプレイヤーへ、はい、何か特別なアイテムの付与などはありますかという質問ですね。ですね、まず第7例祭にまつわる、エピソードはもちろん申請申請までの間しかお楽しみいただけないという話をしてるんですが、それにまつわるアチーブメントはまずそもそもそこでしか取れません、でそのアチーブメントのさっきのような報酬に関してもそこでしか取れない、であとはこの先帝国とのバトルコンテンツとかも用意されてるんですが、その辺りでの報酬ももしかすると取れない可能性があります。でかつちょっと1.19 でマウントシステムが出来上がったので、何か1個特別なマウントを今課金をしていただける皆さんにプレゼントできないかっていう話を急遽ですか、はい、してですね、はい、これも何かこれも出る系ですか。これちょっと待ってください。はい、やばいぐらいやばい、ついに紙じゃなくなりましたね。やばいぐらいやばいんで、はいはい、ちょっとお待ちくださいね。数少ないスタッフですらざわざわしてきた感じですね。これちょっと待ってくださいね。はい。さん、これ飛んでますか。飛んでますね。飛んでますけどアーリマンですね。アーリマンですね。いや、アーリマンをお渡しするわけじゃないんですが、いろんな実はマウントの検討テストっていうのを、やっています。例えばワイヤーフレームで恐縮なんですけど、はいはい、こんなんですね。いろんなものに乗れるようになるということなんですね。はい、検討を今していてですね、で皆さんには愛らしいこの子を差し上げようかなと。このシルエットはもしやのはいやつですね。はい、リーちゃんですね。これをプレゼントできないものかと。この缶だけ。なるほど。もちろん申請でも、乗ることはできるようにするんですが、とてつもないインパクトですね。これするんですが、今しか手に入らないという形で提供させていただくこともありかなと。なるほど。はい。というこんな素敵マウントが、はい、僕明後日会社に明日ですか来れないかもみたいなはい、皆さんで吉田さん応援しなきゃいけないですね。出しすぎっていう視線が一部から来てます。はい。でちょっとそんな視線もあるので、一旦前半はここまで。そうですね。怒られてから戻ってきます。はい。5分ほど休憩にしたいと思うので、トイレに行きたいなとか思ってた方は今のうちにどうぞということなんですが、はい。トイレに行ってと言っておきながら、5分間ちょっと何も映らないのもどうだということでですね。はい。申請発表したときに、モルボルもついに夜。こちらのスクリーンショット、大変注目を集めました。はい。北米でも欧州でも非常にインタビューで聞かれました。でこれができた後フォーラムで、なんだと、この各部はなんだという謎解きが始まったのが盛り上がっていたので、今回ちょっと吉田さんとあと UIMR やってる皆川さんにご協力いただいて正解を用意してみました。これは実はこういうことなんですというのを用意したスライドショーを用意しましたので、休憩中トイレに行かない方はこちらをちょっと答え合わせをぜひ5分間お楽しみください。はい、ご覧ください。どうぞ。
はい、すいません、ちょっと一部ちょっと不手際が、さすが生放送だいぶリハしたんですけどね、はい、すいません、ちょっとだけ伸びてしまいました。はい、無事に答え合わせの方をご覧いただけたと思います。はい、見逃した方は後でじっくりまたね、はい、はい、ということで、あと多言語の方は後で、資料で、はい、対応させていただきますので、後日フォーラムなどで掲載しますので、そちらをご覧いただきたいと思います。はい、それでは、早速後半戦の方に入りたいと思います。では、まずはツイッターからですね、申請発表の資料には書いてなかったんですけれども、ジャンプ機能や泳ぎについてはどうなってますかということです。まずジャンプから、申請で、マップを全部、今作り直してますので、ジャンプを入れるとなるとチェックがかなり、かかります。ですので今のタイミングから実装するんだったら、申請からにしようかという話を、それで終わってしまうとちょっと寂しいので、またポロリをちょっと今日は多いですね。しかもまた動画です。はい、見えますかね。飛びました。でこれ僕は飛びすぎだって言ってボツにしたんですけど、さすがにちょっとこんなに飛ぶのはないわと、ところが不思議なものでこいつだとですね、意外とやっぱりこれ同じ高さ飛んでる、同じ高さなんですけど、この子はやっぱり違和感あんまないねと。ただやっぱりこの高さはちょっとさすがにコミカルすぎるだろうって言って、まだまだ調整しているんですが、こうやって、テストを重ねていってます。で泳ぎに関しては、申請以降の予定です。やっぱりただ泳げるだけでは意味がないと思っているので、やっぱり海底神殿とか水を使ったレイドとか、あと呼吸をどうするかっていうところもちゃんと詰めなきゃいけないので、やる気はありますが、まだ、開発にもこういうスタンスでこういうものを用意してって話まではしてないです。はい、だからその次ですね。それでは次です。こちらもツイッターですね。ベテランプレイヤーが低レベル向けコンテンツを楽しめるようにレベルシンクは実装されますかという、要望が強いので、検討はしています。ただやっぱり装備をね、どうやってスイッチするかっていうところとセットで考えなければいけないので、ある程度お時間をいただくことになるかなと思ってます。できるだけ僕らとしてもやっぱりそのレベル帯に合わせたバランス調整をしているものをどうしても、アーマリーシステムの使用のとの兼ね合いももちろんあるんですが、よりレベルの高いキャラクターでクリアしてしまうっていう実情はやっぱりこっちとしてもバランスが取りにくい状態なので、そこは前向きに検討させていただいてます。ありがとうございます。では次にこちらフォーラムからですが、申請では、ヘッドとフェイスを分けて、帽子とメガネなどを同時に装備できるようになるのでしょうかというのと、背中装備や、二刀流とか、武器の両手持ちとかを可能にしてほしいですという2つの3つですねの内容があります。まず帽子とヘッドとフェイスを分けて、帽子とメガネの両立ですね。メモリの観点から言うとかなり厳しいです、それに関しては。ただ将来的にわたってずっとできないかどうかって言われると、それはちょっとまた別問題です。申請のタイミングでは予定には入ってません。かなり厳しいです、正直。ただ永久的に運営続けてる間でずっとできないかって言われると、まだイエスともノーとも言えないぐらいの微妙なラインにある仕様です。そこは、ちゃんと検討はしてます。次マントですね。マントに関しては僕自身も他の MMO をプレイしてきた中でマントがあるゲームを遊んでたんですけども、どこで妥協できるかがやっぱりポイントになります。アニメーションを特にファイナルファンタジーっていうものだと皆さん非常にグラフィックスに対してのクオリティにこだわり、僕らもそうですけど皆さんも強いと思います。でその中でかなり多分今の14のグラフィックスクオリティにそぐマウントを用意しようと思うとかなり揺れないと、しかも滑らかに。でこれを実現するのは正直 MMO では相当厳しいです。なぜなら
シェイプアニメーションでまあちょっと技術的な話ですけど、シェイプだともう CPU があれだけのキャラクター表示すると破綻しますし、盆を入れるにしても何本入れたらいいんだって話になってしまうので、本当ベニヤ板みたいなバキバキなマウントだったら可能なんですけど、相当それも難しいですね。はいはい。じゃあ最後に、二刀流とか武器の両手持ちとかどうでしょうか。ここはポジティブなお話ができるかなと思うんですが、両手持ちに関しては、今例えば剣術だと片手剣で、僕今バトルチームに申請で要望を出してるんですが、両手剣を持ちたいと。でウェポンスワップしたりすることで、もうちょっと戦略性高くしたいって話をしてます。あとは二刀流、でこれは剣術のさらに亜流にするのか、それともギャザラではないんですけどスカウタークラスとしてステルス使いながら、敵の後ろからバックスターブを決めたりっていう、盗賊とかシーフみたいなクラスに持ってって、さらにジョブで例えば忍者っていうのは実は話はしてたりします。ただ今実は剣術にダガーが短剣が、そうですね。であまり多分皆さん使ってらっしゃらないと思うので、その際には、短剣をそっちのクラス専用に持っていかせていただいて、2本のダガーを使いっていう形が良いかなと思っています。はい、計画はしっかりやってるんですが、全体いろんなところをきっちりこういう最終設計にしようって中で、やっぱり今はキャスタークラスが足りないので、優先度が高いのはバランス上、キャストクラスかなと思ってます。はい、ありがとうございます。では次に、こちらツイッターからですね、現在、使い道のないギルドトークンがどんどん溜まっていってます。将来的に装備品との交換など使い道は生まれるのでしょうかという質問です。今、実は1.20 でクラス回収の中でほとんどの、というか全てのアビリティ、アクション、ウェポン、スキルに関しては、レベルアップで覚えるように変更が入ります。それによってギルドトークンの使い道っていうのがさらになくなってしまう状態になります。で、じゃあ完全に廃止してしまうのかという協議を今まさに実はまだしています。で、例えばカンパニーシールに交換とか、あとギルに交換とか、そもそもちゃんとアイテムをと交換、ギルドに貢献してギルドの中でアイテム交換っていうのをやった方がいいんじゃないかっていう議論をまだ続けている最中です。ただクラス回収に合わせて一時的にストップした方がいいだろうという話をしているので、 1.20 で一旦停止になります。でその先皆さんのご要望も聞いてみたいと思っているので、1.20 の手前で最終仕様が確定したらお知らせして、その上でどんなものと交換してみたいかっていうあたりを皆さんからフィードバックいただきたいなという話をまさに、昨日実はしていたところです。はい、ありがとうございます。はい。では次の質問です。こちらもツイッターからですね、チョコボも、泳げたりジャンプできるようになるのでしょうか。僕はマウントシステム上、ジャンプはするなっていう話をしています。ちょっといろいろ問題が出そうなので、さすがにちょっとやめた方がいいんじゃないかという派です。ただ開発の中ではやっぱり乗ってて飛びたいっていう連中もいるので、まだ最終確定はさせてません。で、マウントに乗りながら泳げるかですが、相当難易度は高いです。これも、アニメーション相当工夫して作らなければいけないので、最初のうちは多分 NG です。もしくは表面は泳げるけど潜れないっていう仕様になるかもしれないです、その場合は。なるほど。はい、ありがとうございます。では次の質問です。こちらはフランスからだそうですが、現状、回復とか魔法効果を持った装備品というのが存在していませんが、申請ではそういった装備も追加されるのでしょうか。それは装備品ですよね。じゃあ装備に何かアビリティ能力が付加されてて、例えばリキャストタイマー付きで一定時間に1回発動できるみたいなんですよね。で、バトルチームの方に申請の新しいそのバトルの設計の中にその仕様を入れてありますので、それ可能になります。やります。ありがとうございます。では次の質問です。こちらもう一件フランスからですね。FF14 のスマートフォンアプリの実装いつ頃になりそうですか。一部ですね、海外のインタビューでも、ご質問があったのでお答えしておいたんですが、今回申請のサーバー設計をする中で、外部から14クライアントからだけではなくて、外部からしっかり、キャラクターの皆さんのデータにアクセスできる口っていうのをちゃんと用意しておこうという話を、設計の中に入れてます。
で、一番最初に考えているのは、例えばアイテムボックス、皆さんのカバンの中とかリテーナーの中っていうのを外部のアプリを使って整理整頓したり、あとはマーケットをそれでリスト覗いてみて、今あるマーケットとはちょっとまた別にオークションみたいなこともやりたいなといずれ思っているので、そういったものに外からアクセスしたり、最終的には例えばチョコボのさっきハウジングの中にあった要素いくつかありますよね、畑やら、ああいうところにもなんか外部アプリからアクセスできるっていうのを、ちゃんと設計に今回入れました。で、さっきもちょっと泳ぐとかでも言いましたけど、やるからにはちゃんと設計をして、企画を立てて、やっていこうと思っているので、時期に関しては申請と同時とは言えないです。別タスクで動かしているので、企画次第にはなってくると思いますけども、申請から半年とかぐらいからは何かしらお話やものやらが出せればいいなとは思ってます。これからですね、本当12月からはモバイルチームと話そうかと思ってる状態です。中身の詳細を。ありがとうございます。はい、それでは次の質問です。ヨシピーに質問です。軍票がなかなか手に入りません。入手方法を増やしたり、入手量を増やしたりする予定はありますか？1.20 で、上位のキャラバン護衛と、それからカンパニーリーブがさらに追加されますので、基本的には取れる場所をどんどん増やしていこうと。量ではなくて、1回に取れる量ではなく、いろんな遊びの中でグランドカンパニーに貢献できるようにっていうふうに考えていますので、入手量は増えていくと思っていてください。ありがとうございます。では次の質問です。プレイヤー作成のアドオンについて、具体的にどのようなものを想定していますか？またどれほどゲームデータを参照できるようになるのでしょうか？という質問です。まずどのようなものを想定というのに関しては、そもそもアドオンっていうのがどういうものなのかっていうのを、特にあまり海外のゲームをプレイされない方だと、特に日本の方だとピンとこないかと思うんですが、僕らが想定しているアドオンは基本的に UI のアドオン、ユーザーインターフェースのアドオンです。例えば、見た目のスキン、スキンって呼ぶんですけど、見た目のデザインを他のものに入れ替えてしまうとか、あと例えば、今ヘイト敵視の値を全部グラフ化して表示実は しちゃうように組み替えたりとか、ウィンドウをちょっと増やしてみる別情報、例えばすごく大きな、ウィンドウがあった場合、情報を2分割してしまえとかっていうのをプレイヤーの皆さんが、当然スクリプトを書けるレベルの方にはなってしまいますが、デザインしてそれをパッキングしていろんなサイトからダウンロードできるようになっているので、それをダウンロードしてカスタムフォルダに入れると、動作するみたいな考え方ですね。基本的には、できるだけ多くの情報を取り上げられるようにかなりフリーには作ってます。ただ僕たちのポリシー上、例えば敵視の中身を全部見せた上で、次こいつが危ないみたいなところまではやりすぎだろうって言ってやらないが、デフォルト UI なんですけど、それをプレイヤーがもっと便利にするために、例えば次に危ない人はフラッシュするようにしようとかっていうのは多分自由に作れてしまうんじゃないかなと思います。でもちろん PS3 に関しては僕らがどんどんさらにアップデートしていきますので、差がつかないようにってことですね。そこは全力で僕らがアップデートしていきますので、非常に実は MMO ではアドオンという文化はとても大きいコミュニティ文化なので、そこは今回 UI を全面一新する、システムから入れ替えている理由の大きな一つでもあるので、ぜひ世界中の UI アドオンを作ってらっしゃる方々は我こそはと楽しみにしていただければいいかなと思います。っていう、それだけでいいんでしょうか？それだけで大丈夫です。はい。では次です。こちらもツイッターですが、モンスターを含む NPC の名前ですが、ローマ字表記になりませんか？ローマ字表記になれば海外プレイヤーと会話しやすくなるのですが、これ日本の方からでしょうかね。大丈夫です。申請からは大丈夫ですね。任意に設定できるようにさせていただこうかなと思ってます。
はい、では次の質問です、はい。制作最終クラス用のアーティファクト防具ツールが実装される予定はありますか？ちょっと待って、制作と最終のクラス用の、アーティファクト防具やツールが実装される予定はありますか？それはアーティファクトの定義によるんですが、すみません、ファイナルファンタジー14まだアーティファクトというアイテムが一つも存在しないので、なんと答えていいやらという感じなんですが、専用装備に関しては計画はしています。あと、はい、ちょっと僕は派手であれって言って、例えば、これもちろんアーティファクトではないんですが、これクラフターの皆さん輝いてますね。あれですね、アチブメント用のアイテムとか。なるほど。はい、やっぱりクラスアイデンティティの中に専用装備っていう考え方はあるので、できるだけ専用を作ってあげたいっていう話をしています。だから申請に向かって準備もしていますし、申請後も、ちゃんと手厚く装備をで、特にパラメーターによってもっと取れるものとか、狙って取るものとか、例えばギャザラーだったら、あとクラフターだと作れるものにも影響したりっていうのをきっちりやろうとしているので、今そこにも影響があるから、きっちり専用装備は作っていきたいなと思っています。それをアーティファクトと呼ぶかどうかちょっと分かりませんが、ありがとうございます。続いて次の質問です。ジョブのシステムがよくわからないんですが、剣術師がナイトに名前変更されて、さらにモードチェンジができるっていうイメージでいいでしょうかという質問です。まず、どこからお話しすればいいですかね。まずジョブは、ジョブクエストっていうシリーズになっているクエストがあるんですよ、ジョブ専用の。で、例えばナイトにジョブ、ナイトのジョブになりたい場合、剣術レベル30、この術15みたいな条件で、最初のレベル30の、ジョブクエストが受けられて、それを達成するとまず、ナイトになることができます。で、その先レベル5刻みぐらいで、クエストがずっと続いていくので、それを突破していくとナイト専用のアビリティとか、ナイト専用の装備とか、あと今日は本当によく振り返りますね。いや、開発がいないのでフリーなんです。こう例えばでもこれあれだクエストじゃなかったかも。という感じで、基本的にジョブはレベリングしなくてもクエストをクリアしていくと上がります。で、基本となっているのはやっぱり剣術のレベルなので、ナイトで戦っていても剣術に EXP が入るので、ナイトを育て直すっていう必要はないです。で、ご指摘の通り、その瞬間ナイトっていうジョブにチェンジをして、さらに例えばタンク役、盾役として能力が特化します。ヒットポイントは下がるんですが、ディフェンスがめちゃくちゃ高くなり、硬くなって、例えばカバウとかの専用アビリティが用意されているので、それによって味方を、パーティーの仲間を守る盾として徹底的にパラメーターがガツンと入れ替わると。そういう意味で僕インタビューとかでモードチェンジというふうに言わせていただきました。そんなイメージだと思っていただければ。では続いてこちらツイッターからですが、申請開始時に、フリートライアル版を準備する考えとかはあるのでしょうか。申請開始と同時はまだ早いと思っているので、ただ、それ以降フリートライアルに関してはちゃんと検討をしています。で、フリートライアル版でスタートしたプレイヤーの皆さんにフラグがついていたりっていうことも検討していて、ちゃんと設計は、やってます。で、皆さん一部多分その場合にご心配されるのは、いわゆるRMT とかの、いわゆる業者と呼ばれている方々に関してなんですが、それも最初からどうやって防ごうか、つまり流通をそれで荒らされないようにするにはどうしたらいいかっていうのは初期から、そこは逆に僕がずっと MMO をプレイしてきたプレイヤーなので、最初からそこは設計に入れ、防ぐためにちゃんとフラグで分けてというあたりを入れてますので、フリートライアルに関しては確実にやる時期が来ます。ただし徹底的に安全性は保つつもりでいますのでご安心ください。ありがとうございます。
続いての質問です、先日インタビューでお話しされていた、コンボのことを、もう少し詳しく知りたいです、教えてよしということですが、クラスの中のセルフコンボですよね、来週にはおそらくそのリストを、コンセプトとコンボシステムの中身と、それからどんなウェポンスキルでコンボするのかっていう、現在の想定ですね、以前お約束していたクラス回収の中身ですに関しては来週公開できる予定で進んでるんですが、ざっくり言うとですね、例えば特定のウェポンスキル A、B、C が、単発でそれぞれ使うことももちろんできるんですが、 A を使った後敵の側面に回り込んで B を使った時のみさらに効果が、例えばドットの効果がつくとか、敵が一時的に麻痺するとかで、さらに麻痺した相手の後ろに回ってスキルウェポンスキル C を使うとさらに大ダメージというように、要は動きが必要とされる、あとタイミングが必要とされる、でこれも、A、B、C だけではなくて A から、D へ派生したりっていう感じで、今のはアタッカーの例ですけども、例えば槍や竜騎士だとそのチェインとかコンボを決めていくと、ヒットレートは低いものの当たり続けると凄まじいクリティカルが出るとか、そんな風にそれぞれのクラスに特徴が、あと弓もそうですね、多段で打ったりとか、あとこうブラインドの効果がついたり影縫いになったりとかいう感じで、いろんな補助効果がこうつくと。でそれはそのクラスをやってる時だけ発動する。で他から持ってきたアクションだと崩れるとか、あとはちょっと TP にボーナスがついたりっていうのもありますね、という形で単に正面から殴り合うだけじゃなくて、いろんな効果を、あとパーティープレイしてる時にも盾役がいると自由にねポジション取れるので、ヘイトが安定していればそんな風に使えるものとして設計されています。じゃあこれはもういよいよ公開をお楽しみという。そうですね、はい、ありがとうございます。続いての質問です。ジョブ関連で、白魔導士黒魔導士には、幻術師と呪術師と、それぞれどちらがなるのでしょうか。そろそろ教えてもらえませんかというものですが、いかがでしょう。幻が白はい、呪術が黒ですね。はい、ありがとうございます。はいです。クラスその回収のリストを来週公開したのを見たら丸分かりだと思います。そうですね。ありがとうございます。では次の質問です。アチーブメントの武器とかが、とても魅力的に見えますが、クラフター製作の HQ 製品の需要ってなくなっちゃうんじゃないでしょうか。今後 HQ ってどうなっちゃうんでしょうかという。アチーブメントとかの武器が魅力的な感じがするんですけれども、クラフターが作った HQ 製品でそれに押されて需要がなくなっちゃったりしないんですかという心配ですかね。例えば、1.20 でもバンシンダークモグリって呼んでるコンテンツが入ります、でそれでまたいろんなアイテムドロップしますが、 HQ に関しては、今回収をパラメーターの中でも調整をしていたりもします。でそれ単体では確かに、エンドにあるバトルコンテンツ、最新のバトルコンテンツでドロップするようなアイテムとは多分、そのまま素で比べた場合は勝てないと思います。ただやっぱマテリアクラフトがそこに入ってきて能力を重ねがけしていくと逆転できるようには抑えてあるので、こっち側も。なので最終的に可能性が高いのは少ない可能性かもしれないんですけど、目指せるようにはしてあるので、HQ であればあるほどベースの能力が高いので、その分伸びがでかいように設計されているので、そこに関しては HQ の需要がなくなるってことはないと思います。ありがとうございます。だからこそ、そのいわゆるレアドロップにはマテリアクラフトできないようになっているので、要はこっちはもうこれ以上上がらないと。でも固定の代わりに強い、でもこっちはベースでは勝てないけど上がる余地があるっていうバランス設計になってますので、大丈夫だと思います。では次の質問です。今日後ろでも流しているコンセプトアートの中で、白魔導士が細かいですね、フードをかぶっているパターンと下ろしているパターンがありました。これプレイヤー自身でフードの上げ下げができるのでしょうかというものですが、これいかがですか。最終実装がこれから行われているので、
検証中ではあるんですけど、かなり、現場からは難しいとは言われてます。はい、はい、なるほど。はい、アートはですね、どうしてもモデリングするときにじゃあ被った時ってどういう形状なのっていうのの参考で書くので、できるかどうかというのはもちろん検証はしてるんですが、今のところ難しいと。現場があそこで一部っていう顔をしています。はい、ありがとうございます。はい、それでは次の質問です。こちらフォーラムからですが、先ほどちらっと名前が出ましたけど、次のバンシンバトルの詳細が知りたいです。詳細ってはい、詳細が知りたいです。詳細。誰も求めるものがいないので。はい。これ、来ました。動画ですね。これ、イベントチームとか起こるんですよね。なんか、何匹かいますね。いますね。帝国の腕をぶっ壊したぐらいにして、いっぱいいますね。いっぱいいますね。はい。ちょっと説明してもらった方がいいですかね。ですね、まあ当然バトルの中身に関してお楽しみにということなんですが、今回は今見ていただいたように複数モーグリにもクラスがあります。でイフリートは1人対複数、イフリート堂々としてましたね。でもモーグリは複数をどうやってパーティーで裁くかと、しかもまたモードに近い考え方があるので、さらにそれだけじゃなかったりするので、チーム戦をぜひお楽しみいただけたらなと。でイフリートですね、約4日でクリア、初のクリアプレイヤーが出たんですが、で今イフリートのコンテンツ担当者が引き続きモーグリも担当してるんですが、悔しいとタイムアタックをされていて5分を切られたと今、でとても悔しいと、昨日半分涙目でなんか訴えてきてですね、モーグリもっと言っていいですかと、いやいや待てよと、4日クリア、特にゼーメルみたいなダンジョンと違って1対8をある程度繰り返せる中で相当良かったと思うよと。難易度すごい最初は高かったし、逆に倒すための攻略方法が確立されると安定して倒せるようになるし、さらにどれだけ縮められるかみたいな要素が取れるのはしっかりデザインされてたからじゃないかっていう話をしたんですが、それでももうちょっと行きたいっていうことなので、ぜひその難易度にまたご注目ください。なるほど、はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。それでは次の質問、こちらもフォーラムからですが、ダンジョンは全てインスタンス化していくとありましたけれども、パブリックのダンジョンというのは完全になくなってしまうんでしょうか？基本的にはなくなると思っていただいて良いかと思います。ただパブリックフィールドにある、例えば1.19 で入った砦とか、あれをダンジョンと呼ぶかどうかっていうことだと思うんですが、ああいった要素は残していこうと思っているので、閉鎖空間って意味じゃなければ存在はしていると思います。ただ決まった人数で攻略してほしいものに関してはやっぱ閉じてた方がデザインはしやすいですし、逆にファインダーでプレイヤーを集めやすいところもあるので、基本的にはインスタンス化されていくと思っていただいた方が良いと思います。はい、ありがとうございます。それでは次の質問です。こちらもフォーラムからですが、ちょっと長い質問なんですけど、申請後に、新規加入したプレイヤーは、現在のメインシナリオを体験することはできますかというものと、今あるインスタントレイドやバンシンコンテンツなどはプレイできるのでしょうか？ちょっと長いので一旦ここまでにしましょう。はい、ちょっとその先はあるんですよ。続きあるんですけども、メインシナリオに関しては、第7連載とメインシナリオとちょっと違うので、できるものはできるんじゃないですか。ただシナリオなんでやっぱネタバレしちゃうと意味がないと思うので、そこはあんまりですね。あと、コンテンツ、例えばバンシンバトルとか、あとインスタンスレードだったりバンシンコンテンツ、インスタンスレードに関しては基本的にそのまま残ります。引き継がれる予定です。でバンシンバトルに関しては、第7連載のエピソードに組み込まれているということはみたいな
姿が変わってしまう可能性は大いにあるんじゃないかなと。残るものもあれば残らないものもある。だから基本的にはやっぱり今のバランス、今のリワードっていうのは今しか基本的にもうすでに味わえないものがそれなりに出てます、実は。はい。そして今を生きる冒険者の皆さんの戦いは、いずれ伝説となってエオールゼアに刻まれますとありましたが、これはどういった形になるんでしょうかというメインの質問ですね、これも。まずさっきちらっと言いましたが、アチーブメントみたいなものっていうのは今しか取れないですし、あとは一個特徴的な体にまつわる仕様をスペシャルに一つ検討していますというか出来上がってるんですが、これも事前にお話ししてしまうとちょっとネタバレを実は壮大に含んでいたりするので、一つ本当にその時代を生きて戦った証というのがきっちりキャラクターに残ると思っていただければ良いかなと、思います。もちろんインゲームの中でも冒険者たちっていう人たちの存在がもう一段ちょっと変わるんじゃないかなと、評判とかですね、NPC のセリフとかっていうのが、変わったりすると思ってていただけたらなと思います。ネタバレが本当苦しいんですよ、シナリオなので。では続いて次の質問、ツイッターからですね、ちょっとこれ言葉で表現するの難しいんですけど、ヨシピーってすごいヨシピーをすごい、窓アーマー乗りたいですっていうことなんですが、窓アーマーってどんなのでしたっけ？前にアンケート取った時も確かにリクエストが多かったです、ね。窓アーマーってこんなんでしたっけ？これはまた新しいタイプの窓アーマー。熱いですね。これはそういうことなんでしょうか。以前にフォーラムでアンケートを取らせて、どんなマウント乗りたいですかっていうお話をさせていただいた時に堂々1位だった窓アーマー、特に6のデザインがいいなみたいなお話をいただいていました。でもちろん今すでにマウントの仕組みが出来上がっているので検討、あれでも決定校ではないです。決定校って書いてませんでしたよね。まだラフです。無理を言ってよこせと多分質問来るぞって僕が昨日実はこっそりアーティストをちょっとこっち来いって言って知らない人も結構いると思うんですけどラフですまだ。ただ申請以降ちゃんとやりたいねということで、まずアートを描いてモデリングしてになってくるので準備は進めています。ありがとうございます。今日出しすぎですかね。ちょっと多かったかもしれないです。出しすぎですね。うまいんですよ。それなりに僕が出そうかなと黙ってたやつを皆さんピンポイントでついてくるので。では次の質問です。こちらフォーラムからスケジュール上、プレイヤールームやプライベートエリアの項目が検討中になってましたけれども、この検討中っていうのはどういう状態なんでしょうかという質問です。ですね、まず先ほども言いましたが、ハウジング、ここって共用のコミュニティの、プライベートエリアだったりっていう考え方もあると思うんですけど、さすがにそこまで何もないのもどうなんだろうねというお話をしていて、特にMMO の世界の中で逆に自分だけの空間があるっていうのはその世界に住んでる感じがすごい出ると思ってるんですね、拠点、ある意味自分だけの拠点っていうのがある。でその中で要はログアウト、どこでもログアウトってできるんですけど、そこまで戻ってログアウトするっていうのもロールプレイの一つだと思うし、そういう意味で本当大丈夫ですかね。ありました。部屋ですね。でこれ、ハウジングのリソースではないんですが、3都市冒険者ギルドの中に宿屋があるので、自分だけの部屋を借りて過ごすみたいなことが。でただですね、まだ仕様を今詰めている段階で、例えば他のプレイヤーを自分の部屋に呼べるのかとか、あと例えばリテーナーを呼び出せるようにした方がいいよねとか、っていう話を今していて、あとはやっぱりそこでログアウトした時に何かボーナス、ログアウトボーナスって呼ばれてるものですけど、なんかあった方がいいよねとかっていうのを今ちょうど企画書は上がってきてるんですが、1.20 の追い込みに入ったのでちょっとまだ詰め切れてないので検討中と正直に書かせていただきました。ただリソースはもう完成しているので、
そんなに遠くないと思っていただければ良いかなと思います。はい、続いて、こちら英語の方からの質問です。どうしても知りたいので教えてほしいんですが、竜騎士にはワイバーンが相棒としてつきますかという質問ですが、いかがでしょうか。これはですね、これも海外で先日インタビューにこう答えた時にお答えしたんですが、逆に僕から質問をその時もさせていただいたんですが、ペットがいるってことは戦ってほしいわけですよねと、当然一緒に。そうですね。と考えると、バトルクラスのバランスとしてはキャラクタープラスペットでバランスを取るので、竜騎士本人だけの能力で見ると他のジョブから見てアタッカーとして弱くなりますけどいいですかっていうことになっちゃうんですよ。つまりペットユーザーってペットがいる前提で一人前なので、ちょっとどうなのかなと。だったらちゃんとペットクラスを作った上でペットの役割はそっち。ただ竜騎士わかります、イメージは。なので例えばですがちょっと今のエンジンだと難しいんで、申請でスキル追加になったりすると思うんですが、例えばジャンプをしてる時に竜を召喚して竜がブレスを吐くとか、なんかそういうのは検討してます、もちろん。なのでイバンがお供にいるかって言われると現状はまだいないです。バランスを取らなきゃいけない観点もあるので、ただ竜つながりの要素はちゃんと用意しようと思ってますので、そこはぜひ今後に期待をしていただければと思います。それでは、早いもので次でいよいよ最後の質問となりますが、今回頑張りました。申請がリリースされる前に、レベルキャップの開放って予定されていますかという質問です。これははっきり答えがあってですね、まず 1.21 までは、一切予定がありません。なぜならジョブっていうものが入ってくるので、その時点で横への広がりがさらに広がるので、基本的には考えてません。でその先残りの申請までの期間を逆算して慎重に決めたいと思ってます。ただあまりにも差がつきすぎるのもなっていうところもあります。もちろん特に14アーマリの仕組みで複数クラスを並行することができるので、慎重に考えたいと思います。少なくとも 1.21 まではありません。で良いでしょうか。いや以上なんですが、濃密でしたねに感じていただければ、本当僕らカメラをのみを相手にしてお話ししているので、皆さんがどう反応していただいているかはこれが終わった後でしか確かめられないんで、楽しんでいただけたら幸いです。今日はですね、そういえばあれですね、2人で淡々と進めてきましたけれども、そういうこともありなんですかね。ありだと思いますけど、なんかさっきからですね、チラチラうろうろしてる方がいるので、そろそろ最後ですし、お呼びしようかなと。じゃあご紹介お願いしてもよろしいでしょうか。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長和田洋一でございます。だんだんこれ定番かっていう。どうぞどうぞ。ちっさ、うわ、ベタですね。これしかないからって言われました。すいません、貧相な椅子で。なんか座り心地良さそうだね。すいません、社長前に2人で。社長和田でございます。本当に応援いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ファイナルファンタジー14はスクエアエニックス全身全霊渾身の本気のタイトルでございます。今までも吉田たちから皆さん方にお話があったと思いますけれども、最高の作品にするためにはお客様とのコミュニケーションが最も大切であるという考えからこうさせていただいておりますので、今後ともご支援よろしくお願いいたします。今日皆様方にご挨拶差し上げようと思ったのは課金についてのご案内をいたしました。先般のパッチの 1.19、 それから今からの 1.20、 もうこれてんこ盛りでございます。それから新生ファイナルファンタジー14もご期待いただけるような内容になってくるんではないかと思います。ただこれを両立したいと、もうぜひ両立したいということで今回の課金をお願いするものでございます。今のファイナルファンタジー14新生に向けましてどのように世界が変わっていくんだってこと自体もお楽しみいただけるとは思います。ただ
一人でも多くのお客さんにご参加いただきたいので、ちょっと月額の若干のディスカウントも検討しようかなと思っておりますんで、はい、どうかお一人でも多くの方にご参加いただきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたします。2.0 という内容が非常にとはいえ僕らにとっては、開発にとってはね短い1年なんですけど、皆さんにとっては長い1年で、やっぱり今和田の方からもありましたように、僕自身も一人でも多くの方にプレイをしていただきたいですし、その先さらにすげえの待ってるっていうふうに思っていただくためにも、一回ここで少しちょっとディスカウントをさせて、基本料金のさせていただこうかなというのを今ちょうど検討させていただいてますので、はい、詳細が決まり次第またご案内いたしますので、はい、よろしくお願いします。なんかさっきからネタいっぱい出してますけど、いや、はい喋ってますけど、これ何？和田さん時間が終わりなんです。もう大事なところはまだ思い出すところで大事なところはご挨拶いただいてご挨拶前回もういいです。もういいです。これで終わりなんですか？はい、もうお時間なので、はい。またよろしくお願いいたします。ご好評いただいた場合第3回第4回とねプロデューサーライブやっていきたいと思いますので、もうちょっと出ていい？黙ってるなら大丈夫です。はい。じゃあ、はい。それではまた次回、はい、お会いしましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。